こんにちは、アカデミアの富代です。今回から富代アカデミアではニューベーシックとしてカットデザインの基礎を身につけるための講座を行います。美容師になる人に、美容師を目指す人へ、サロンでのニューベーシックとしてこれから学ぶこと、私たちがこれから勉強しようとしているカットの基礎はカット技術の向上だけではありません。それは技術の表現の一部であり、その他多くの能力を身につけなければなりません。私たちはほとんどのサロン現場において多くの知識、発想、技術、そして人間性を提供しなければなりません。それらがサロン現場においてお客様を通じて大多数の方々に感動と影響を与える唯一の力だからです。その反響によってあなたの不安客を作り出すことになり、あなたの収入に影響いたします。これらのことを踏まえてサロンでのニューベーシックを分かりやすく解説していきたいと思います。自分のイメージした形、デザインを自由に表現できるようになります。デザインを作る上での原理原則をまずは身につけましょう。ここで身につけることはあなたの財産になるデザイン制作に必要なスキルや心構え、原理原則を身につけます。お客様にとってシャンプー後理想的なヘアスタイルの再現性を目指します。今回テーマとして選んだのはワンレングスカットです。これからカットを始める人に大切な要素の多くがこのヘアスタイル作りから学べます。もちろん美容師さん向けに詳しく説明しています。また10年以上経験したベテラン美容師さんももう一度体験すると新たな発見があります。ワンレングスの基礎が完璧に理解できたらカットの基礎の半分理解できたことになります。それはなぜか、そのことを含めて解説していきます。はじめは少し理論的な説明も多くなりますが、なるべく絞って今回必要なことだけ解説します。先にカット動画を見たい人はスキップして後からより理解を深めるために見ていただいても構いません。まずは完成ヘアデザインを見ていただきます。カットを始める前にこれから作ろうとしているデザインをしっかりイメージします。顔に対しての長さやバランスなどをチェックしイメージします。今回はこのような仕上がりを目指します。誰もがミスなくカットするために必要なことを説明しましょう。これからいろいろなヘアデザインをカットするために応用が効くように絶対知って学んでほしいことを説明します。カットが上手になるポイントは素直です。このルビンの灰はご存知でしょうか？はじめに少し見てください。黒い部分を見ている人は灰に見えて、白い部分を見ている人は人の横顔に見えると思います。次はどうでしょう？ AB と BC ではどちらが長く見えますか？ BC の方が長く見えるかもしれません。多くの人は BC の方が長く見えるかもしれませんが、実は同じ長さなのです。ここで言いたいことは、あなたが実際に見ているものでも見方を変えると全く違うものになるということです。物の見方を知る必要があるかもしれません。また、しっかりした目安を持たないと間違いやすいということです。まずはそのことを理解してほしいのです。つまり、作ろうとしているヘアデザインをよくキャッチする。見る目が大切ということです。ここで見てキャッチしたことがデザインに現れます。多くの人がキャッチできないことを深くキャッチすることで良いデザインは作れます。世の中には人それぞれいろいろな考え方があるわけですが、この動画が良いと賛同していただけるなら、まずは最初に真似して素直に実行してみてください。ワンレングスを完全に理解することでカットの基礎がなぜ半分できたことになるのでしょうか。説明します。ワンレングスにはお客様の頭の角度を床に垂直になっているか確認する必要があります。そして丸い頭に対して一直線に正確にカットすることを知ります。髪の量や毛流れに対して正確にシェイプすること、ハサミの入れ方によって髪に誤差が生まれること、スライスラインの違いによる利点とマイナス点など、顔に似合わせる、または長さによるイメージの変化などです。上げれば上げるほどキリがないほど初めに身につけなければならない要素をワンレングスは持っています。完全に理解するには早い人で最低100人カットする必要があります。人それぞれ頭の形や毛質、毛流、髪の多さや髪の立ち上がりなどの違い、頭のゾーンによるシェイプの仕方、カットした後、ナチュラルシェイプした時に出来上がりに微妙に違いが出るからです。またお客様が手入れをする時にも手入れがしにくい、しやすいといった違いが出てきます。これはカットする側の理解度によって違いが出てしまうのです。
ですからこれから経験していただくカットは初心者でも簡単にカットできるのですが、深く理解した人とそうでない人では違いが出ることを知っておいてください。深く理解するためにはウィッグを数回練習したら、やはり人間モデルを見つけてカット練習することです。モデルさんカットを経験することであなたの技術の向上につながります。100人くらい経験して初めて深いカットができるようになります。ここで目指すことの一つに再現性があります。お客様がシャンプー後、理想的なヘアスタイルの再現性が提供できるでしょう。はじめにカットをミスなく再現性の高いヘアデザインを身につけるために簡単にカットの基礎を説明します。詳しく知りたい人はヘアデザインの基礎、カットするときに知るべき理論、リンクを貼っておきますのでご覧ください。カット動画後、まとめとして図解を含めて詳しく説明します。最初にカットする前に押さえておきたいポイントを説明します。ワンレングスヘアカットにおいて注意すべきポイントは以下の8つです。1、髪の状態を確認する。髪質や癖、痛みの度合いなど髪の状態をしっかり確認する。2、仕上がりの長さやスタイルイメージを確認する。3、ブロッキングで考えるべき点。最小限でブロッキングする。どこで分けると毛流がカバーできてミスなくできるかを考える。4、頭の骨格を意識する。頭のゾーンを知る。5、コームスルーを正確にするために頭の丸みを理解する。6、ハサミの入れ方、正確にする。7、自分の立ち位置と姿勢、ポジション、目線の位置、見たものを正確に把握する。8、カットルールを常に考える。はじめにカットルールです。シェイプに対して直角にカット。もし疑問があればカットしない。ガイドが見つからないときにはカットしない。仕事はきれいに丁寧に。初心者が特に意識することです。これらは最低限意識するポイントです。多いと思うかもしれませんが、上手な人は意識しなくても身についています。意識しなくてもカットに入ると無意識でできるようになるために練習しましょう。ここで頭の各ゾーンについて簡単に考えてみます。各ゾーンは頭の中での位置、傾斜の向き、毛流、毛量や太さ、身体の構造上の動きなどによって特徴づけられ、大小様々に区分されます。あなたがデザインする際に動き、フォルム、質感、各ゾーンの個性と特徴を知ることは良いデザインを作る上で必要です。区分は紙自体が自然に流れ落ちるところをベースに生まれます。ゾーンは一人一人の微妙に違うことを知った上でカットを練習しましょう。ゾーンの考え方はそれぞれの素材を細かく特徴づけて持ち味を発揮させて一つのヘアデザインに仕上げるためです。お肉の部位によって脂身が多い、筋が多い、硬いなど味が違うように頭も部位、ゾーンによって持ち味が違います。それを踏まえてそれぞれの素材の特徴を生かした適切なカットを行えば再現性の高いヘアデザインになるはずです。まずは頭の横のゾーン図です。横から見た場合 C のアンダーセクション、そして B のミドルセクション、A のオーバーセクション、G の球体セクション、これらを頭に入れておきましょう。縦のゾーンです。縦のゾーンは頭の丸みを感じるゾーンです。これはバックとフロントセクションでも頭の形が丸くなり、カットやシェイプに影響がありますので注意すべきポイントになります。1の縦のゾーンから4まであります。1から前に向かってカーブしていき、2の下はヘムラインで髪がなくなります。バック図1のゾーンは一番面積が広くワンレングスの場合、ここは平面としてイメージします。2は頭がバックと横とのつながりの部分でカーブしていきます。カットではこのカーブを意識する必要があります。ワンレングスではこのカーブを無視して平面としてカットを進めます。これがカットラインを床に平行にカットする方法です。3は横の面で襟足と違い内側に髪がないので顎ラインに沿って髪がカーブしやすくなります。また耳の厚みもあり注意ポイントでもあります。ボックスボブワンレングスの場合少し前下がりにカットすることで仕上がりが平行に仕上がります。4は鼻先に向かってカーブしています。このことを意識してカットしていきます。ゾーンは一人一人微妙に違うことを知った上でカット練習をしましょう。ゾーンの考え方はそれぞれの素材を細かく特徴づけて持ち味を発揮させて一つのヘアデザインに仕上げるためです。
それを踏まえてそれぞれの素材の特徴を生かした適切なカットを行えば再現性の高いヘアデザインになるはずです。次にカットする前に頭をどのようにイメージするかについて説明します。デザインがミスなく作りやすいのか、また自分の立ち位置など常に意識するイメージは、次に正確にシェイプしたり自分の立ち位置を確認するために頭をボックスにイメージします。例えば横から見た時のボックスのイメージ、正面、上から見たところなど、カットを正確にするために自分の立ち位置やパネルの角度、どの方向に引くかなど、頭が球体だからこそわからなくなります。ボックスにイメージすると正確に、しかも理解が早くなります。カットの多くが角度をどのくらい引き上げるかなど使うことが多いです。カット前はこのくらいにしておきましょう。詳しくは動画の終了時点でまとめとして説明します。より良いカットが身につくためにも最後までご覧ください。はい、スタート。こんにちは、アカデミアン。はい、スタート。こんにちは、アカデミアン。では早速カット動画をご覧ください。最初にまずブロッキングします。ブロッキングは最小限でブロッキングし、カットする時の目安やカットポイントになるようにブロッキングします。正中線を取ったら横から目尻の上がったライン、もしくは頭を四角くイメージして、その対角線上に床に水平に分け取ります。頭を垂直にして床に平行に溶かし分け取ります。形は U 字型に取り、反対側も同じように取ります。僕の場合、反対側はこのように後ろから前に向かって U 字型に取ります。この線が頭を垂直に保つための目安になります。また、頭の左右の形の違いや髪の量の違いなどを発見することにもつながります。頭が一番出ているところの下、ボンのくぼあたりから取ります。慣れるためにも最初からこの第一ブロッキングの厚みで練習しましょう。ブロッキングができたら早速カットします。頭を四角くイメージしてカットしていきます。正確にカットするためにボックスにイメージして自分の立ち位置を細かく移動してちょこちょこカットしていくとラインがどうしても狂いやすくなります。なるべく面を意識してカットしていきます。上に表示された図では縦のゾーンとブロッキングラインの組み合わせで見てください。横から見た図。もう一度横から見て仕上がりは顔の顎下何センチかイメージして床に対して平行にイメージラインをイメージして襟足の長さの確認します。頭皮に対して0度でカットします。このウィッグの場合は指で挟んでカットします。最初に頭を少し前に倒します。指で挟んでカットすると指の厚み分段差が生まれますので、その分お客様に協力していただき頭を少し前に倒します。バックセクションは頭を垂直にしてバックをカットするときにこのバックの中心線を常に確認することで軽く押さえてハサミを内側から短くカットできるように入れてカットします。次にセンターで分けてガイドをつまみ左側をカットラインの延長線上でカットします。自分のイメージよりも少し長めにカットしましょう。はじめは長めにカットしてあと何ミリ短くすると正確な長さになるか確認してカットします。反対側も同じように少し長めにカットして次に正確にカットします。ここがヘアスタイルの長さの元になる箇所ですので慎重にイメージ通りの長さに決めてから次に入ります。次のブロックも床に平行にブロッキングラインを取りカットします。正中線とブロッキングラインを確認しながら正確にシェイプして下のガイドよりもウィッグの場合髪の浮きが多いので3ミリぐらい長めにカットします。図の縦2ゾーン、頭がこのように丸いのですが自分の体の位置は変えずにボックスの平面と同じようにこのようにシェイプして床に平行にカットします。頭の丸みに沿ってカットしてしまうと前上がりの仕上がりになってしまいます。
反対側も同じようにカットします。次は横に回り床と平行にシェイプして、フロントサイドのこの厚みの半分ぐらいを目安にバックからフロントサイドに向かってブロッキングラインを取ります。バックから下のガイドより3ミリくらい長めにカットしていきます。バック反対側も同じようにカットします。次にフロントサイドへ立ち位置を変えて、バックカットラインの延長線上で前が少し長くなるようにイメージし、そのイメージポイントに向かってカットします。乾いた時にカットラインが床に平行、ボックスに見えるようにカットします。反対側も同じようにカットします。左右対称かどうか確認します。はじめのうちは後からカットする方を長めにカットし、あと何センチカットすると良いか目安を見つけて正確にカットして合わせていきます。できましたら次はフロント側からバックに向かってカットしていきます。こうすることで頭の丸さや髪の生え方を気にせずにカットできます。ナチュラルシェイプして下のガイドを目安にカットしていきます。この方法が一番ミスなく簡単にカットする方法です。反対側も同じようにカットします。トップセクションも同じようにカットしていきます。今回は前髪なしセンターパートの難しい方をカット練習します。前髪部分、球体の部分はブロッキングして分け取り、ここは後でカットします。そうしましたらフロントサイド、下をガイドにカットします。バックもそのままの位置でシェイプしてカットを進めます。反対側も同じように下をガイドにカットします。
バックのトップ、ここはこのように球体ですが、フロントサイド方向にシェイプしたり、バック方向にシェイプしたり、頭の丸みに沿ってナチュラルシェイプして下のガイドに合わせてカットします。ですのでシェイプによるミスはありません。ワンレングスのバックを耳中心に斜めスライスでカットしたりしますが、シェイプのミスが出やすいです。基本カットラインに対してブロッキングラインは平行になるように取るのがミスなく良いでしょう。今度スライスラインによる違いの動画を出します。次に前髪部分のカットに入ります。この前髪部分はこのように頭の丸みに影響されないように角度を上げてシェイプし、毛束をカット位置に戻しカットします。反対側も少しパネルを引き上げシェイプして、そしてそっと下ろしカットします。前髪を前に溶かし、この三角部分をカットし、両サイドのガイドを作ります。そしてこのガイドに向かってカットします。次に頭が後ろに倒しても髪が出てこないように前頭部と後頭部を前の方から多めに分け取り、特にこの中心部をバックのガイドに合わせてカットします。できましたらバックからチェックカットしていきます。センターでこのように分けて斜めにシェイプします。そうすると一番内側の髪と外側の髪を同時に見ることができます。20度ぐらいずらしてシェイプして内側の髪をカットします。これが一番下側の髪、その上、またその上となっています。よく見ると上側の髪が見え、内側のどの髪をカットすればよいか分かります。これで内側が短く、外側が長くチェックカットできました。反対側も同じようにカットします。次に前頭部と後頭部を分けて耳上の内側の髪とトップの外側の髪が見えます。この内側の髪をチェックカットします。次に前側の髪も前方方向にバイアスシェイプし、内側の髪を出しチェックカットします。反対側も同じようにチェックカットします。人間はいつも少しうつむき加減でいることが多く、フロントサイドのこのチェックはカットラインが崩れないためにも重要です。全体をきれいに溶かしてバランスを見ます。これでウェットカットの終了です。では乾かしてから再度チェックカットします。乾きましたので全体を見てみます。特に襟足部分を見てみます。少しずつ長めにカットしていますのでカットはできていますが、襟足の髪の偏りや癖によってカットラインが完璧ではありませんのでチェックカットします。
チェックカットはハサミの刃先を使ってカットしていくとラインがきれいにカットできます。はい、出来上がってきましたので、少し薄めにオイルをつけて仕上げます。はい、出来上がってきました。出来上がりです。はい、スタート。はい、今回はワンレングスカットを練習しました。これが完璧に理解できればカットが半分できたのと同じです。それではまとめとして図解を踏まえてもう一度確認しましょう。ワンレングスヘアカットにおいて注意すべきポイント8つです。1、髪の状態を確認する。髪質や癖、傷みの度合いなど髪の状態をしっかり確認する。2、仕上がりの長さやスタイルイメージを確認する。3、ブロッキングで考えるべき点。最小限でブロッキングする。どこで分けると毛流がカバーできてミスなくできるかを考える。4、頭の骨格を意識する。頭のゾーンを知る。5、コームスルーを正確にするために頭の丸みを理解する。6、ハサミの入れ方、正確にする。7、自分の立ち位置と姿勢、ポジション、目線の位置、見たものを正確に把握する。8、カットルールを常に考える。ではカットルールです。シェイプに対して直角にカット。もし疑問があればカットしない。ガイドが見つからないときはカットしない。仕事はきれいに丁寧になります。次に頭の各部位、ゾーンについて知ってほしいことです。ゾーンはカットだけでなくパーマ、ヘアカラーなどいろいろな技術において知っていなければならないことです。頭を横のラインで分けた各ゾーンです。各ゾーンは頭の中での位置、傾斜の向き、毛流、毛量や太さ、身体の構造上の動きなどによって特徴づけられ、大小様々に区分されます。あなたがデザインする際に動き、フォルム、質感、各ゾーンの個性と特徴を知ることは良いデザインを作る上で必要です。区分は紙自身が自然に流れ落ちるところをベースに生まれます。ゾーンは一人一人微妙に違うことを知った上でカット練習をしましょう。ゾーンの考え方はそれぞれの素材を細かく特徴づけて持ち味を発揮させて一つのヘアデザインに仕上げるためです。それを踏まえてそれぞれの素材の特徴を生かした適切なカットを行えば再現性の高いヘアデザインになるはずです。
頭の横のゾーン図です。横から見た場合、C のアンダーゾーン、B のミドルゾーン、A のオーバーゾーン、G の球体ゾーン、これらを頭に入れておきましょう。C のアンダーゾーンは R 面が横方向、斜め下を向いていて、球体の中でも最も下側に位置して、人によっては毛流の強いところに位置するため、注意が必要になります。生え際には襟足の髪の生え癖が強く、場合によっては髪の収まりが悪く、カットラインも崩れやすいところです。デザインによっては見せ場にもなります。また、上からの圧力が強い、頭の温度が低い、結果的にカラーが染まりにくいなどの特徴があります。B はミドルゾーンになります。上下左右のゾーンに挟まれているため、上から覆われ、下には重なり、左右からも圧力が加わり、重なりの度合いが高いので摩擦が多く動きにくいゾーンになります。そぎを工夫することで動きが出やすくなります。髪の動きを出したい場合は、ここのカット方法を考えます。A はトップゾーンになります。前後左右、どの方向にも毛束が押し込み動きます。頭の中で最も高い位置にあるため、重なり合うことがなく、他の影響が少なく、一番髪が動きやすいゾーンになります。G の球体ゾーン、ワンレングスではシェイプが難しく、髪が頭の角度によっていろいろな方向に動くので、シェイプを気をつけないとミスになりやすいゾーンです。G の前髪部分はバックの G ゾーン部と同じで頭が球体になりますので、カットラインが変化しやすく、イメージ通りにカットするには注意が必要な部分です。次の図は縦のゾーンです。1の縦のゾーンから4まであります。1から前に向かってカーブしていき、2の下はヘムラインで髪が少なくなります。バック1のゾーンは一番面積が広く、ワンレングスの場合、ここは平面とイメージします。2は頭がバックと横とのつながりの部分でカーブしています。カットではこのカーブを意識する必要があります。ワンレングスではこのカーブを無視して平面としてカットを進みます。これがカットラインを床に平行にカットする方法です。3は横の面で襟足と違い、内側に髪がないので顎ラインに沿って髪がカーブしやすくなります。また耳の厚みがあり注意ポイントです。ボックスボブ、ワンレングスの場合、少し前下がりにカットすることで仕上がりが平行に仕上がります。4は鼻先に向かってカーブしています。このことを意識してカットしていきます。次に縦と横が重なったゾーンです。各ゾーンがもっと細かくなってきます。例えば 1C ゾーンは横から見たシルエットで頭の綺麗なシェイプ、くぼみをつけるゾーンで、髪の生え癖が強く毛流れが強いゾーンです。また地肌の温度も低くオイリー部分ですのでカラーが入りにくいといったゾーンになります。 2C ゾーンはヘムラインゾーンになり、首に沿った毛流れや表情付けによってヘアスタイル作りの見せ場でもあります。3C も耳によって髪をかけたり、場合によっては耳の厚みを意識してカットしなければならないゾーンです。フロントゾーンももみあげのデザインの決め手になるゾーンでもあります。それはなぜかと追求すると、ゾーンはとても奥が深くなります。髪の質や太さ、密度、毛流れなどによってカットはもちろんパーマ、ヘアカラーにも影響を与えるゾーンになります。ゾーンについて詳しくはリンクを貼っておきますので、そちらをご覧ください。また皆さんにとってトップの球体ゾーンや前髪の球体ゾーンもカットで注意しなければならないゾーンです。次にカットする前に頭をどのようにイメージするとデザインがミスなく作りやすいのか、また自分の立ち位置など常に意識するイメージは、頭をボックスにイメージします。例えば横から見た時のボックスのイメージ、正面、上から見たところ、カットを正確にするために自分の立ち位置やパネルの角度、どの方向に引くかなど、頭が球体だからこそわからなくなります。ボックスにイメージすると正確に、しかも理解が早くなります。カットの多くが角度をどのくらい引き上げるなど使うことが多いです。角度や方向、自分の目線、髪の毛を溶かす、シェイプする大切さ、切りやすくするためのパネルのスライス幅やスライス方法、常にボックスをイメージして確認していきます。ではボックスボブのカット展開図です。はじめはブロッキングです。
頭を垂直にして目尻の上がったラインから床に対して平行にトップセクションを分けます。横から見たブロッキングラインに縦のゾーンをプラスするとこんな感じになります。回数を重ねるごとに自分は今どのゾーンをカットしているかなど意識できるとカットする理解が深まります。横から見たブロッキングです。バックから見たブロッキングです。最初は襟足部分を分けております。センターラインを垂直に取り、頭が常に垂直かどうか確認します。第1ブロッキングラインは頭の中の一番出ているところの下、ボンの雲の位置から取ります。もちろんここから取った方が良い理由があります。まずはここから取ることを頭に入れておいてください。第2ブロッキングラインはフロントサイドまで取ります。耳の上とトップブロッキングラインの中間に取ります。センターライン、頭を垂直に対してに取ります。縦のゾーンとブロッキングラインです。ピンクゾーン、襟足、三つ襟の幅からカットしていきます。紫の部分、ヘムラインに髪がなくなり、パネルを板状に引いてもできる段差は最小限に抑えられます。では、襟足部分のカットに入る前に内側が短くなるように頭を前に倒します。これで指を入れてカットしても段差が軽減されます。頭を下げてもらい、頭を垂直にして第1ブロックの三つ襟のゾーンを床に対して平行にカットします。そしてシェイプはセンターラインに平行に根元からあまりテンションをかけずに行います。人間モデルの場合はオンザスキンでカットします。なるべく段差ができないようにするためです。カットできましたら、両サイド中心部のカットラインの延長線上で床に平行にカットしていきます。このように毛束を平面としてカットします。次のブロックもピンクの中心ゾーンからカットします。先ほどカットしたガイドより3ミリぐらい長めにカットします。ウィッグの場合、特に髪の立ち上がりが強いので、時には5ミリの場合もあります。髪の多さと状態によって判断します。頭を倒して中心部に平行にシェイプしてカットラインの延長線上を毛束を平面としてカットします。バック部分を下のガイドより3ミリ長くカットしました。フロントサイドは顎のラインに髪がないのでカットラインを少し前下がりにカットします。仕上がりで床に平行にするためです。バックのカットラインの延長線上前下がりにカットします。次のブロックからは前からバックに向かってカットを進めます。このようにすることで髪の生え方やシェイプのミスを減らすことができます。もちろん3ミリ長めにカットしていきます。トップ部分も前髪の球体部分はブロッキングして同じように前からバックに向かってカットしていきます。前髪長めのスタイル、シェイプの難しいカットです。この前髪部分だけ球体をカバーするように毛束の角度を少し引き上げシェーピングして毛束を下に下ろしてカットします。両サイドできましたら髪を前で図のようにシェイプして赤丸の角をカットし両サイドのガイドを作ります。そしてそのガイドに合わせて両サイドをカットします。両サイドのカットの完成になります。おでこの丸みに沿わせて不安定なシェイプをしなくても簡単にカットすることができました。この他にも骨格のポイント、何を目安にカットするか、カットラインを正確に切るためにどうするか、またプロがよく使うカットするだけで出せる力、方向、動き、毛束を分け取った時に意識しなければならないポイント、角度や方向、自分の目線、髪の毛を溶かすシェイプする大切さ、切りやすくするためパネルのスライス幅やスライス方法、一定の毛束を切るためには厚みもあり、目線、自分の手の位置、姿勢、シザーの入れ方、切ろうとしている頭の位置などを考えるのはもちろんですが、その前に床に対して平行を感じることなど、カットを始めるにあたって知らなければならないことが他にもあります。こちらは詳しくまとめてありますので、一度はご覧ください。ボックスボブも詳しく解説した動画もあります。リンクを貼っておきますので、ぜひご覧になってください。これからのカットがよりスムーズにできるようにお役立てください。今回からベーシックとして10回くらいを予定しています。初心者はもちろんですが、10年以上のベテランも再度見直してみると、新たな発見があるかもしれません。もしわからなくなったら繰り返し見ることをお勧めします。ヘアカットが思うようにできないとか、いろいろ悩んでいる人も多いと思いますが、上手くなるコツは良い教材を見つけることです。それを繰り返し見つけて実際にやってみることです。僕もそうやって勉強してきました。途中で挫折しないで理にかなった方法を身につけることで
あなたの未来が輝いてくるでしょう。というのはしっかりした基礎を持つことで仲間や部下に技術を伝授することができます。といったことでこれからも僕のチャンネルは確実に効率よくカットする方法をお伝えします。もっとカットが上手になりたいとかスキルアップしたいと考えている方はぜひチャンネル登録お願いします。僕の美容経験から皆様に役立つチャンネルになれば嬉しいと考えています。では今回の動画が参考になったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また概要欄に過去動画も記載してますのでよかったらチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございます。さようなら。